一部の年上好きに絶大な人気があるヒーローのお母さんたち。あなたはどのお母さんが好きですか？おとなしそうなのにパンクロック好きな次郎ママ。ということで今回は地獄の運命に抗う最強お母さん轟レイについて解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時、あなたは結局エンデバーが不器用すぎるんだよなと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。本名轟レイ、ヒーロー名なし、誕生日不明、年齢不明、血液型不明、個性氷結です。ほとんどプロフィールが謎だらけなんだね。ナンバーワンヒーロー、エンデバーの妻で4人の子供たちがおり、長男燈矢、長女冬美、次男夏男、三男翔斗を次々と出産するも、夫からの DV や長男燈矢の反抗期によって精神が病んでしまうというかなり重い運命を背負った悲劇のお母さんです。轟家ドロドロしすぎ問題。心身ともに限界を迎えようとしていた矢先、翔斗が母を心配して声をかけるも、翔斗の顔とエンデバーの顔が重なってしまい、突発的に熱湯をかけ大やけどを負わせてしまいます。夫からも燈矢からも責められて限界だったのに、その上慕ってくれていた翔斗に一生ものの傷をつけたと思ったら、自責の念で潰れそう。轟翔斗に危害を加えてしまったことで、これ以上は危険と判断された医師から精神病棟に隔離されてしまい、さらに燈矢が事故で死んでしまった事実を聞かされ、精神が不安定になった結果、10年もの間エンデバーと翔斗から完全隔離されることになってしまいました。轟くんもお母さん大好きだったのに、10年も隔離されてしまったら性格歪むのもしょうがないよね。長女の冬美と次男の夏男は定期的に面会に来て交流していたようですが、翔斗は母に会う勇気が持てず、エンデバーは何度も面会に来たものの医師から面会を断られ、出会った当初にレイが好きと言っていた花を何度も届けに来ていたことが後に明かされます。エンデバーも何度も謝ろうとして面会に来てたんだね。翔斗はその後 UA 高校に入学し、手当たり次第牙を剥く一匹狼として過ごすも、デクや A 組生徒たちの影響で自分の過去と向き合う勇気をもらったことで、10年ぶりに母親と面会し和解することができました。レイさんも自分が傷つけた息子に面会に来てほしいなんて言えなかっただろうし、轟くんが勇気を出したことで親子の絆が戻ったんだね。翔斗とのわだかまりが解け、徐々に回復してきたレイでしたが、退院間近になったある日、テレビ中継でダビの正体が死んだはずの長男轟燈矢だという放送を目にしてしまいます。息子が生きてたけど殺人鬼になってた絶望すぎる展開。精神的苦痛で症状が悪化すると思われた医師たちの心配をよそに、轟家の因縁に決着をつけるべく病院を飛び出し、最大のトラウマともいえるエンデバーのもとへ駆けつけ、心が折れかけたエンデバーを無理やり立ち上がらせることに成功します。ここでレイさんが全てを許して優しい声をかけるんじゃなくて、厳しい表情であなたはダビと戦うしかないっていうのがレイさんの複雑な感情を表しているよね。エンデバーとレイさんはなんでこんなにも関係がこじれちゃったのかな。轟家の闇を生んだ発端は、エンデバーの歪んだ自己顕示欲と轟レイの成果緋村家の闇が原因です。 UA 高校を卒業後、ナンバーワンヒーローを目指していた若かりし頃のエンデバーは、どうあがいても越えられない壁であるオールマイトに強烈な競争心を抱いていました。オールマイトは何代も受け継がれる地位と個性持ちだから、普通の人じゃ誰もかなわないよ。他のヒーローがオールマイトは別格と競うのを諦めていく中、諦めることができないエンデバーは、自身が超えるのではなくオールマイトを超えるヒーローを作ればよいという考えにたどり着き、個性婚という禁忌に手を出します。個性婚って結局どういうことなの？個性婚とは、子供により強い個性を遺伝させるために意図的に強い個性同士を掛け合わせるという、いわゆる交配のような行為のことです。競走馬とか植物でよくあるけど、人間でやるのはちょっと闇が深いね。当時の風潮からも個性婚は古い習慣として忌み嫌われていたものの、どうしてもナンバーワンヒーローになりたかったエンデバーは、自分の弱点を補う霊気系個性の名門である緋村家の娘緋村レイを個性婚の相手に選びます。個性婚にはレイさんも納得していたの？
レイが生まれた氷村家も闇が深い一族で、個性が発現するはるか昔から庄屋として栄えていたものの、世界に個性が発現したことで一族の血を保つために外界との関わりを断ち、遠縁同士の結婚を繰り返すことで氷村家の血筋をより濃いものになるようにしきたりを作るも、時代の流れに取り残された氷村家は徐々に衰退していきました。そんな中、プロヒーローとして活躍していたエンデバーから個性婚を申し込まれた氷村家は、多額の援助と引き換えに本家の娘であるレイを差し出し、そのことが引き金になったことで氷村家は没落してしまいます。レイさんも衰退していく氷村家のために金で売られることを了承してご成婚したってことか。かなり闇が深いね。結婚した当初はお互いに思うところはありながらも、夫婦としての絆は育まれていたのですが、長男の燈矢が生まれたことで轟家は崩壊していくことになります。なんで燈矢が生まれたことでダメになっちゃったの？炎の個性をより強く受け継いだ燈矢の誕生に歓喜するエンデバーでしたが、燈矢の体質は炎への耐性が弱く、母の霊気体質を受け継いでしまった欠陥品だったことが判明。しかし父に憧れる燈矢はその後も炎の個性を使い続けたことで火傷を繰り返すようになり、このままヒーローを目指せばいずれ燈矢は自分の炎で焼け死ぬ運命が待っていると確信したエンデバーは、燈矢の夢を諦めさせるために半霊半年の個性を持つ子供が生まれるまで子供を作り続けることを決意します。この辺りから本格的に轟家が崩壊してくるんだよね。身売りされた手前、夫の言うことを聞くしかないレイは自分自身に、自分の選べる選択肢は限られていたけどその先の道では笑っていたいと言い聞かせて出産を続けたものの、ハイペースな出産と夫からの過度の期待、自分の強すぎる個性因子などさまざまな要因が重なり続け、徐々に追い込まれていくレイでしたが、ショートを産んだ時の表情はこれでやっと解放されるというような安堵の表情を浮かべています。ショートが生まれた時の表情って理想の完成品が生まれたって喜ぶエンデバー、やっと地獄から解放されるって安堵するレイさん、捨てられることが確定したって絶望する燈矢、全員の表情が地獄だよね。その後はショートが生まれたことがきっかけでさらに燈矢の暴走が激しくなり、なんとかなだめようとするレイでしたが、金に困って売られた女のくせにお前も加担してんだよと燈矢に現実を突きつけられたことにショックを受け、さらに燈矢の世話を押し付ける夫からも激しく罵倒されたことで完全に精神崩壊していくことになってしまいました。エンデバーが燈矢を諦めさせるのに完成品を生んで諦めさせようって考えたのが最大の過ちだよね。もともとの初期設定ではレイには恋人がいたにもかかわらず、エンデバーに無理やり嫁がされたことで精神を病んでしまうことや、轟ショートは母のことを憎んでおり、父親に愛を求めるも強いものしか興味がない父に認めてもらうためにナンバーワンヒーローを目指すというさらに闇が深い設定だったようですね。氷村家って作中ではほとんど出てきてなかったけど、かなり重要な伏線だったんだね。氷村家の血が濃いという背景は長年明かされていなかったものの、轟家の子供たちが霊気の個性ばかり遺伝するという物語の初めから張られていた伏線だったということには驚かされましたね。異能解放軍の下天も氷村家の血筋だったんだよね。下天は初登場時から強力すぎる氷の個性を持っていることや、轟霊によく似た美少年だったことから霊と下天には何らかの血縁関係があると思われていましたが、最終章に来て氷村家の本家と分家の関係だったことが明かされました。個性も同じような氷結系個性だけど、本家の血筋は強力な霊気で氷を生み出せる個性で、分家の下天の個性はあくまで氷を操るだけの劣化個性っていうのが絶妙な力関係を表しているよね。より濃い氷村家の血を継いでいるレイやショートの氷結に比べ、よく見ると霊気を自在には操れていない下天の表層、この2つの個性でも本家と分家の違いを表していたというのは、堀越先生の作り込みの凄まじさがうかがえますね。そういえばさ、レイさんがもともとはヒーローだったんじゃないかっていう噂もあるけど、そこはどうなのかな。ファンアートなどもよく作られている轟霊ヒーロー説ですが、結論から言うと轟霊はヒーローではないと思われます。なんでそう思うのさ。根拠は3つあります。1つはデクがレイのことを全く知らなかったこと、もう1つはエンデバーとレイの関係性、最後は氷村家の家柄です。
デクがレイさんのことを知らないっていうのはどういうこと？デクは自他ともに認める重度のヒーローオタクです。オールマイトに関する情報はもちろんのこと、他のヒーローについても徹底的に調べているデクは、プッシーキャッツの歴史や過去にクラストが捕まえたヴィランなど、ありとあらゆるヒーローの情報をまとめているにもかかわらず、轟レイに関しての情報は全く知りませんでした。確かにあれだけ強い個性を持ったヒーローなら有名になってそうだよね。トップヒーローのエンデバーが元プロヒーローのレイと結婚したとなれば、世間を賑わす大ニュースになるにもかかわらず、世間はおろかヒーローマニアのデクですら全く知らないというのは考えにくいと思いませんか？メディアを徹底的に避けてたイレイザーヘッドや存在を隠してた志村奈々みたいな事情があれば別だけど、確かに不自然だよね。2つ目のエンデバーとレイの関係性はどういうことなの？ある考察では、轟レイの年齢が明かされていないのはエンデバーと同じ UA 生で、過去の UA ビッグ3だったのではないかと言われていましたが、これも可能性は低いと思います。過去の UA ビッグ3だったっていうのはワクワクする考察だね。もしミリオやねじれちゃんのように2人が同級生だったとするならば、明らかに初対面のようなお見合いシーンには違和感がありますよね。確かにミリオとねじれちゃんみたいな関係性とは思えないほどよそよそしいね。エンデバーが学生時代から極度のコミュ障という可能性は大いにありますが、エンデバーがレイの第一印象を氷のような女と語っていることから、お見合いで初めて会ったという可能性が非常に高いと思われます。同級生なのにあの距離感だったらお互いにコミュ障すぎるでしょ。最後の氷村家の家柄っていうのはどういうこと？ここが一番重要な根拠なのですが、そもそも氷村家の人間がヒーローになること自体なかったのではないかと思われます。下典の回想で自らを閉塞環境に置き、氷村家は縮小の一途をたどったと語っている通り、氷村家はヒーロー社会を拒絶したことで衰退したと捉えてもいいでしょう。お金に困っていたんならヒーローになって稼げばよかったのに、それをしなかったってことだよね。下典もレイもショートも桁違いに強力な個性を持っているので、本家でも分家でも十分トッププロを狙えるにもかかわらず、一切歴史上に氷村家の名前が出てこないということは、氷村家の血筋は誰一人ヒーローになる者はいなかったということでしょう。他人と交わるのが嫌なのにヒーローを目指す UA 高校に入学なんて氷村家の人が許すわけがなさそう。氷村家が瓦解し、途方に暮れた下典すらもヒーローを目指さず、リデストロに拾われたということは、氷村家の人間にはそもそもヒーローになるという考え自体がなかったのではないでしょうか。レイさんは最終決戦では何をしているの？レイは冬美、夏男と共に UA から止血へと移動するシェルターに避難していたのですが、家族もろとも道連れにするつもりだったダビとヒーロー社会を憎むスケプティックによって避難シェルターの制御が奪われてしまいます。スケプティックも執拗にシェルター狙ってたもんね。ダビの思惑通り、群賀山荘周辺で止められたシェルターを巻き込み、家族もろとも自爆しようと熱を上げ続けるダビの考えに気づいたエンデバーは、自分の命と引き換えにダビを空へと運び一緒に自爆しようと考えますが、ダビの体が臨界を迎えようとしたその時、避難シェルターから駆けつけたレイが全身を焼かれながらも2人を冷気で包み込みました。炎耐性が高いエンデバーでもやけどする熱気なのに、耐性がないレイさんが突っ込んでくるなんて覚悟が決まりすぎてるよ。氷村家本家の血を継いでいるため、強力なレイの個性を持っていると思われますが、個性伸ばし訓練を受けているわけではないので、ショートのようにダビを沈静化させることはできないでしょう。上の句から轟くんが全速力で向かっているけど、あと数分では到底到着できないもんね。エンデバーの病室で轟家が誓った、家族みんなでトウヤを止めるという誓いは果たされるのでしょうか。ということで今回は悲惨すぎる運命に抗う母轟レイについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたら悲惨すぎる人生ランキングのまとめ動画も作ろうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。フルスウルトラ。